ホやよ。ほんまアホやで、元彦あれ。いや、佐渡の市議会でね、おらへんようになってから、国から来た次の財政課長やったっけ、財政部長やったっけが、ボロッカスに言ってたの分かるもん。一番いけずやったの産経新聞です。この産経新聞のターンでもうこれがね、明らかになってるんです。これ兵庫県の皆さん見てはります？罰が飛ばない日です。田島地域の皆さん、病気になんねやったら、月曜日か火曜日か水曜日になってください。昨日のこの産経新聞の地味で上品な質問で、みんな地味で上品やからこういう風に考えてしまうけども、実を言うと斉藤元彦は嘘ついてたってことがどんどん明らかになってんのよ。昨日の記者会見は、皆さんご覧になった方わかると思いますが、今日のタイトルは斉藤元彦さん記者からの矛盾の指摘に言い返さなくなってしまうというタイトルにしましたが、最初はね、鈴木無双って書こうかなと思ったんです。今月で鈴木さん終わりということも含めてね。昨日もう泣いとったからね、あいつ。いや、ほんまに。で、ただ、その鈴木さんでもう、あれですよ。どういうたいかね。もう、鈴木さんはほぼ死体蹴り状態になってた。で、それはどういうことかというと、その鈴木さんが倒した後、前世紀のマイク・タイソンの試合みたいに、まだ行ってるみたいな感じではなくて、それまでにね、もうね、おかしなってんねんって。あまりにもその鈴木さんがやったことが無双すぎたんで、みんな鈴木になってるけど、いや、鈴木さんすごかったんですよ。で、素晴らしかったんですが、昨日は、他のクラブ加盟メディアの人らが、もうあれ、兵庫県政記者クラブでしょ？絶対嘘やと思ったもん、俺昨日見ながら。あれ、兵庫県政記者クラブちゃうで、あれ。あれ、京都記者クラブやで、あれ、きっと。俺昨日全員が京都人に見えたもん。もう基本、各社の質問の仕方が、いやー、お宅の娘さんピアノ上手にならはってんねー。のノリになってるんですよ。いやー、昨日お宅賑やかなことでよろしおしたなー。の感じになってん。もうね、ものすごいいけずですよ。これで元彦アホやん。で、そのいけずに気づくのに時間かかんねん。多分。同じいけずを何回か言われて、そういうことやったんってことに気づいとんねん、あれ。ほいってまた一番いけずなのは一言も発してない水谷さんよ。いけずに気づいて目うつろになった瞬間によるの。だから、これ僕は千代さんのことをバカにしてるわけでもね、千代さんも素晴らしかったんですよ。千代さんのドクターヘリの質問でもうボロボロになってんのよ。こんなになってんのよ、もう。だけどよう考えたら、昨日の記者会見でドクターヘリの話は何遍も出てきてるのよ。アホやよ。ほんまアホやで、元彦あれ。いや、佐渡の市議会でね、おらへんようになってから、国から来た次の財政課長やったっけ、財政部長やったっけが、ボロッカスに言ってたの分かるもん。2年間遊んで行かれたとか言われてんのよ。離任した後ね。知ってる？で、佐渡市のホームページにあったブログを自分のアルバム代わりに使ってるとか言われてんねんな。もうアホやねんって多分。で、多分総務省も使い物にならんと思ってんねやろな。言うた方がええと思うよ。だから俺、石破政権の時の村上さんが総務大臣やった時に結構踏み込んだ発言してたの俺、村上さんの性格ではなくて、あれ総務省が言わしてんやと思うで。いや、と思うで、ほんまに。っていうかさ、あり得る？国から出向してきたさ、出向ではないけど、国から来たさ、出向と言えばいいのか。国から出向してきたね。しかも総務省から基礎自治体にですよ。基礎自治体に総務省から出向してきてた人が、同じく公認の東京から来た国家官僚、中央官僚の公認者に、議会で、答弁で、前任者遊んでましたから、みたいなこと言われるって前代未聞よ。いや、ありえへんって。いや、きっと議事録にも残ってるって、残ってるんですよ、議事録に。佐渡市議会の議事録に。いや、ほんまに。いや、でも、ずっこけてると思うで。いや、もう、佐渡市議会、ボロンチョンやで。辞めた後ってか、離任した後ね。
ほんでまあ佐渡から宮城行って、宮城から大阪行って、一回も東京に返してもうてへんねんね。もうその東京におったかって使い物にならへんから、その田舎行っとけって話になるでしょうよ。でもそうしゃあないよ、そら。どこでも使い物にならんさかい東京に戻すこともできひんさかい不良債権やから全国回っとけ言うてたんやろ。まあ、その本人の精神衛生というと、まあ民間企業に就職しなくてよかったねっていうとこですよね。多分3ヶ月で病気離職してたと思うね。いや、本人のそのライフプランというか、本人のキャリアというか、本人のその人生のあれとして言うとね、てなもんですよ。まあ良かったんちゃうかなと思って、その、まあ東大生とかね、がその就職の対象とするような民間企業では通用しないですから、ね、だって数字出てけえへんしね、頭にね。アホやからね。あんなもん検証終わって、その OJT 始まった瞬間に病気離職する子ですよね。たまにいますけど。まあ大概間違いないんですけど、東大生は。でもまあなんか間違えたんだなっていう人はいますね。でも社会の方はそれは冷酷ですから民間企業に行かなくてよかった本人のね、キャリア形成というか本人の幸福な人生ということを考えると、まあ総務省というその終身雇用が保障されているね、組織に滑り込めたことは、まあ良かったんではないかなと。一浪一流で。な、というふうに思いますね。もう言うたかってしゃあない。そういうふうに親が育てたんや。だからこれ俺の言うてる指摘じゃなくて、これは今教えてもらったのは、これあれですけどね。佐渡の離任した後の市議会、佐渡の市議会の人に言われてることですけどね、これね。定住促進事業とか企業誘致とか下水道の加入率とかみんなこれ引っかかってください。下水だって増えてないと。ちょうど総合政策官、私ちょっと注文つけますけれども、私は今ここであなたに直接言いますけれども、総合政策官というポストは前2年前にできた時に認めていなかったのです。前の斉藤総合政策官不要だと。作るのであればみんなと同じ課長の横並びにしないとダメだ。でも市長がそのポストを作ったんですけれども、案の定ほとんど仕事をしないで帰っていかれました。ホームページに見られてと、何年今でも佐渡市の何月ですか今6月になったホームページ、佐渡よいとこ調査隊レポート、それから佐渡に遊びに来ようみたいに住んでみよう。新人部長から見た初めての佐渡暮らしとか、佐渡よいとこ PR のブロとか、佐渡大使のこれ、藤井総合政策官が引き継いでおられればいいですけれども、まだそのままです。一部消してみますけど、ひどいのは新人部長の目から見た初めての佐渡暮らしというのは、これ2回しか載せていないのです。佐渡市のホームページを使って個人で遊んでいたというか、個人のホームページをこの中に載せておったんです。今と同じことしとんのね。で、これ、まあ、アホの証明であるようにね、要はどういうことかって同じことしたいですよ、佐渡のホームページと。で、なんで YouTube に頼るか言ったら、文章を書くより動画上げる方が楽やからですよ。アホやから文章書かれへん。人生ついでに生きとるから文章書かれへんねんて。ボロクソでしょ。これさ、中央から出向してきた役人やから、佐渡の市役所それできひんけど、これ市議会議員から市議会で、個人のホームページを市のホームページでやっとるんですみたいなことやったら、多分次の日、文言免職ですよ。いや、普通。ほんで、あれやん。字書かれへんやん。だから原稿書かれへんアホやからね。アホやから原稿書けないわけです。頭悪いから。頭悪いから原稿書けないわけ。俺がいつでも3000字書けるかどうかが人間の分水嶺って言うてますけども、3000字書けない側の人なわけですよ。で、客もそうでしょ。だから動画はちょうどええんですよ。アホやから書けへん。アホやから読まれへん。もうちょうどええんですよ。字読まれへんアホ客にしてるから、字書かれへんやつがもてはやされるいうことでしょ。需要と供給のバランスが取れてるんですよ。サムエルソンの経済学の最初の章に出てくる LS バランスの表みたいになったんです。別に字が下手くそなのはしゃあないと思うんですよ。俺も字だいぶ汚いですけど。今日俺アホでね、俺昨日帰りに何をどう間違えたんか、いつでもメモ取ってるノートをね、スーツケースに入れてしまって、スーツケース宅急便で送ったからノートがなかったんで、裏紙にメモ取ってた。俺の字もこんなんですよ。今日の新聞のメモ。で、字が汚いのは別にしゃあないけど、そんなもん。だから書かれへんでしょ。
しゃあない。字書かれへん子が、字読まれへん子相手に商売して、儲かってるなあいう話でしょ。うわ、そら、よう似合うてるやん、みたいな。それでちょうどよかったやん、みたいな。ねえ。ほんで、こんな写真あげて喜んでんねやろ。もうシャイニングやん、こんなん。I'm Johnny か、お前は。言うてね、これシャイニングで言ったら、I'm Johnny って言うてね、こう分かるようなやつやったら、もうそもそも元彦に投票せえへんのよ。いや、もうそういうことなの。もうね、もう基本的にね、問題は田舎であることなんですよ。徹底してそこなんです。だから兵庫が佐渡より田舎ということでしかないんですよ。例えば、これ見て、シャイニングで、これでさ、セリフつけるとしたら、I'm Johnny でしょ、これ。その I'm Johnny って一体何っていうようなやつが110万人おるというクソ田舎が兵庫だということでしょ。だと思うよ。そやからハガのおっさんみたいなのが普通に人間のふりして歩けてるんでしょ。増山みたいなやつが県会議員やってるんでしょ。いやもう答えはそこに行き着くと思うの。で、顔はめ会から言わせてもらうと、注目すべきは顔ではなくて手なんですよね。手を出したら顔はめの意味ないやろ、お前。顔はめ道から言わせていただけるとね、顔はめ業界ってのはあるんですよ。なぜ縁をつかむ顔はめ道。なんで俺はその顔はめ道に、うるさいかというとね、ちょっとこれは申し訳ない。これは元彦さんにも申し訳ないんで、皆さんにも申し訳ないんですけど、俺の顔はめって、卑怯なのよ。それだけでおもろいから。普通の人こうはまんねんけど、俺ここしかはまらへんから、めっちゃ、やがましいわ、アホ。ということで、俺はもう顔はめをすると、鉄板なんで、俺の顔はめは鉄板なんで、要顔はめをさせていただいてるんですけど、顔はめ達人から言わせてもらうとね、この手はあかんやろ。いや、ほんま、俺はもう卑怯なんでね、もうちょっともうほんま卑怯、笑いとしては卑怯なのは分かってるんですけど、俺は顔はめの写真を撮ると、見せた瞬間にハマってないやんで、ドンと笑いが取れるという鉄板ネタなんで、顔はめ好きなんです、俺。こういう顔はめがあると、あちこちに顔はめありますけど、顔はめがあると、とりあえず写真を撮ってもらうということをやるんですね。そうすると見る人はもう大概 100%、これ顔はめちゃうやん、はまってへんやんって言うて、ドッとそこで笑う。そやろ言うて。やかましわ、お前。という、俺からするとね、ちょっと顔はめとしてちょっとありえないですよね。手が映ってしまってるっていうのは、これ、最も避けなければいけない顔はめ道ですね。ちょっとよろしくない。だからこういう細かいとこなんですよ。大事でしょそれ。どの道でもね、細かいとこが一番大事なんですよ。神は細部に宿りたまうんです。いや、これね、もたんな顔はめできないとこっていうのはあるんです、実際。ちょっともう顔はめに結構俺うるさいんで言わせていただくんですけど、この外枠をね、持たなければいけない顔はめってあるんですよ。それはどういうことかというとね、立て付けが悪くてね、顔はめって大体、ちょっとこれも専門的な話になって恐縮なんですけど、裏に台があってね、板があって、顔はめのパネルがあって、ここに台があるわけですよ。これはしっかりした台であればね、人間がその上に乗ったぐらいではぐらつかないんですけど、パコパコした台やったらね、揺れたりするんですね。で、写真撮るときに、あかんから押さえなあかん時があるんです、実際。それ専門用語でハンギングフェイスって言うんですけど、それをやるとき、そのハンギングフェイスを防止するためにね、手で持たなければいけないことがあるんですね。で、これは、この技をホールディングフェイスって言うんですけど、専門用語では。で、それで安定してはまるっていうことがあるんです。でもその時は、写真撮るときに、寄ってね、手が、フレームに入らないように、写真の画角の中に入らないように、撮影する側がね、工夫すると。いう、撮る方と撮られる側の人馬一体のコミュニケーションというんですか、なんて言うんですか、いうのがね、必要なんです。ただの英語直訳やないかって
これはもうちょっと場数を踏んでもらわないと、これはもうちょっと いただけないとこなんです。もうしんどいからやめて。俺が始めたこととはゆえしんどなってきたわ。で、そう。で、まあ本題に戻りますけどね、そんな話は。こう勘違いしてる人がいるんですが、昨日、鈴木さんの、これね、錯覚です。昨日、鈴木さんが無双しすぎたから、こう考えてしまう人が出てくるだろうなと思ってたんです。会社の記者は軒並み好意的になってなかった。流れ変わってねえって言ってますけど、全然冒頭言いましたけど、兵庫県政記者クラブやなしに、京都市民生活記者クラブになってんちゃうかないうぐらい、もういけずのオンパレードです。鈴木さんが、なんかもう、前世紀の江夏みたいな直球勝負ばっかりして、ズバズバやってたから、他の球がね、ゆるい球に見えたかもわからんけども、みんななんか低速ナックルみたいな打ちにくいボール、どんどん投げてたよ、昨日は。鈴木さんの160キロのストレートが、もうキャッチャーミットにパツーンと音はまって、こう言うてんねんけど、もうなんか知らんけど、98キロの低速ナックルみたいになんか、どうやって打ったらええねんみたいな球いっぱい投げてましたよ。一番いけずやったの産経新聞です。もう産経新聞いけずも。まあいけず。びっくりするぐらいいけずです。まあ産経新聞いけず。産経新聞です。よろしくお願いいたします。項目外から1点、ドクターヘリについてお伺いしたいんですが、先日のですね、町内の連絡会議の方で、来年3月までの臨時的な運用として、8月からのツーパイロット制の導入ということが決められたかと思います。現在、パイロット4名の訓練が平田学園の方で行われているかと思いますが、そちらの進捗状況というのは、知事の方には伝わっていますでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。まず8月目途にトゥーパイロット制の導入に向けて、運航事業者などがですね、今準備をしていただいているという形になっています。この件については現場のコンセンサス、そして、関西広域連合でも私から11日に報告をさせていただいたという次第です。今運航事業者、そして基地 BOI におきまして操縦士に対する OJT ですね、要は訓練が行われているということですけれども、すでに4名のうち2人については訓練終了の見込みが立っているということですので、順調に準備は進んでいるというふうには理解しています。2人の訓練というのは、もう8月の上旬には終わるということで伝わっている形でしょうか。おそらくそういった形になろうかというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。で、現状8月9月の全面運休の回避の見通しが立っているということでしたが、ツーパイロット制の運用でしたり、あとは平田学園からの側からの8月9月のシフトも踏まえて、具体的に8月9月の運行日数というのが4月と同じ程度になりそうなのか、また4月以上に運行日数が確保できそうなのかというところをお聞かせください。また10月以降の運行の見通しというところについても、お伺いできればと思います。そうですね、具体的な運行計画について、それから調整状況についてはあさって24日に実務者による運行調整の検討会を開催予定だというふうに聞いてますので、そこで具体的な調整状況や8月以降の見込みについても示されるんじゃないかなというふうには思ってます。現時点では8月も1日からやるというわけではなくて、途中からという形になりますので、おそらくおおむね3週間程度は運行が確保できる見込みだというふうに聞いてます。で、9月以降はさらなる運休期間の短縮に向けて今、鋭意努力をしていただいているというところです。トゥーパイロット制の導入についてはやはり初めての状況になりますから、準備などですね、それから OJT もきちっとやりながら導入に向けての歩みをですね、着実に進めていくということが大事だと思いますので、そういった意味でも8月、9月というものがですね、その導入に向けたまさに暫定的な状況になりますから、できれば全面的な運行につながるということに早くなればいいと思いますけど、これは準備状況を加味しながらやっぱきちっと順序を経ていくということが大事だと思いますので、そういった形で8月、9月ですね、しっかり歩みを進めていきたいというふうに考えています。
ありがとうございます。という内容なんですけど、これやりとりからすると、アホの猫なで声やから誠実に答えてるか言うてるけど、産経新聞の質問にこれペラ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 答えたことによって何が明らかになったか言うたらこういうことですよ。この産経新聞のターンでもうこれがね明らかになってるんです。これ兵庫県の皆さん見てはります？兵庫県の人見てる？7月のドクターヘリの動くのこれだけです。罰が飛ばない日です。なので田島地域の皆さん、病気になんのやったら月曜日か火曜日か水曜日になってください。まあもっと言うと火曜日か水曜日だけです。木金土日月は病気になってあきません。で、千代さんのはその木金土日月飛んでへんということを可視化したけれども、実を言うと論理的には産経新聞の記者の質問でこれが明らかになってるんですよ。だから木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、月曜日に病気になったら死ねいうことですね。で、これはご自慢の2パイロット制を導入した結果ですから、これからこうやから2パイロット制でようなります言うてるんじゃないですからね。産経新聞の質問も、俺が低速ナックルボールって言うてるの分かるでしょ？鈴木さんみたいな質問、千代さんみたいな質問は素晴らしいけど、それは前世紀の江夏みたいな160キロのストレートですよ。だから、どっちか言うたら、江夏と江川みたいだったんですね。鈴木さんが江夏で、千代さんが江川やったんですよ。違いは何か言うたら、江川はたまにカーブ投げるからね。鈴木さんも昨日も160キロストレートばっかり。千代さんは昨日カーブからスタートして、しかも外角低めのカーブ、ドン、外からこう入ってくるやつ。普段こんなん絶対手出さへんって決めてるときに内角低めでドーンと入れるみたいな質問を昨日やってて、それはかっこよかったんですけど、とはいうものの、多分、人のバーバルな口の、発言を頭の中で字に変換して聞くということをしてない人にはこう聞こえてしまうと思うの。さっきの産経新聞の質問とかは産経新聞の質問でこれが明らかになってるんですよ。頭の中に数字を入れていくと聞きながら。で、産経新聞はもっとエグいこと言うてて、このカレンダーの8月がまだ完成してない言うて。元彦の答弁は。今な、これ人手不足やさかい、こうなってるねん、しゃあない。8月からなんとかなります言うてんやったら、8月と9月のカレンダー示したらええやん。さっきの産経新聞への答弁では、8月決まってない言うて。で今やってる訓練っていうのが、終わった暁新派はいい、ベタッと飛ぶようになりますという話だってええけども、さっきのペラ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 喋ってるから、布団売るおっさんみたいにペラ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 喋ってるから、アホの子は気づいてへんけど、産経新聞はどういう自白を引き出したか言ったら、何も決まっていませんという自白を引き出してるんです、あれ。で、普段やったら、産経の質問が、この人でも産経の質問すごかったって気づくと思うね。要は何が言いたいかというと、産経の質問は素晴らしい質問をして、斉藤元彦が人殺しであるということを産経新聞はデータで示す質問をしたんです。が、後に登板する鈴木千代のストレートがあまりにも激しかったんで、投球は霞んで見えてるだけのことです。だって元彦の言うてることもっぺん聞いてみる、今の俺の解説のまま。ほんまにそんな言うてるから。ゆっくり聞いてみ。産経新聞です。よろしくお願いいたします。項目外から一点、ドクターヘリについてお伺いしたいんですが、先日のですね、町内の連絡会議の方で、来年3月までの臨時的な運用として、8月からの2パイロット制導入ということが、決められたかと思います。現在、パイロット4名の訓練が平田学園の方で行われているかと思いますが、そちらの進捗状況というのは、知事の方には伝わっておりますでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。まず8月
月目途にトゥーパイロット制の導入に向けて、運航事業者などがですね今準備をしていただいているという形になっています。この件については現場のコンセンサス、そして、関西広域連合でも私から11日に報告をさせていただいたという次第です。今運航事業者、そして基地 BOA におきまして操縦士に対する OJT ですね、要は訓練が行われているということですけれども、すでに4名のうち2人については訓練終了の見込みが立っているということですので、順調に準備は進んでいるというふうには理解していますね。この2人の訓練というのはもう8月の上旬には終わるということで伝わっている形でしょうか。おそらくそういった形になろうかというふうに思いますね。ありがとうございます。で、現状8月9月のその全面運休の回避の見通しが立っているということでしたが、その2パイロット制の運用でしたり、あとはその平田学園からの側からの8月9月のシフトも踏まえて、具体的に8月9月の運航日数というのがその4月と同じ程度になりそうなのか、またその4月以上にその運航日数が確保できそうなのかというところをお聞かせください。またその10月以降の運航の見通しというところについても、お伺いできればと思います。そうですね、具体的な運航計画について、それから調整状況についてはあさって24日に実務者による運航調整の検討会を開催予定だというふうに聞いてますので、そこで具体的な調整状況や8月以降の見込みについても示されるんじゃないかなというふうには思ってます。現時点では8月も1日からやるというわけではなくて、途中からという形になりますので、おそらくおおむね3週間程度は運航が確保できる見込みだというふうに聞いてます。で、9月以降はさらなる運休期間の短縮に向けて今、鋭意努力をしていただいているというところです。トゥーパイロット制の導入についてはやはり初めての状況になりますから、準備などですね、それから OJT もきちっとやりながら導入に向けての歩みをですね、着実に進めていくということが大事だと思いますので、そういった意味でも8月、9月というものがですね、その導入に向けたまさにその暫定的な状況になりますから、できれば全面的な運航につながるということに早くなればいいと思いますけど、これは準備状況を加味しながらやっぱきちっと順序を経ていくということが大事だと思いますので、そういった形で8月、9月ですね、しっかり歩みを進めていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。何も決まってへん言うてるやん。ほんでこれペラペラ喋ってて、もうあんまりみんな気にせえへんと思うけども、先月答えた鳥取の知事への嫌味撤回してん。あれ徳島県がやるから言うとったやん。関西広域連合の問題やから、なんか鳥取の知事が兵庫の人を助ける言うてヘリコプター飛ばしてくれるけど、勝手なことすんな言うてたやん。で、徳島にやらしたらええねん言うてたやん。で、徳島の話どこ行ったんや。昨日のこの産経新聞の地味で上品な質問で、みんな地味で上品やからこういう風に考えてしまうけども、実を言うと斉藤元彦は嘘ついてたってことがどんどん明らかになってんのよ。あれ、鳥取の知事の話どうなったんよ。で、その場しのぎのことしか言うてへんのよ。普通さ、社会人やったらさ、どんだけ鳥取の平井知事がムカついたところでね、いや、すみません、ほんまありがたいです。うちちょっと頑張ってるんで、その間つけてもらうんですって言うのが俺は普通やと思うけどよ。そうじゃないから、そういうこと思われへんから、斉藤元彦ってことを、名前を投票用紙に書いたり、YouTube で立花隆見てこれがほんまやとか思ったりするんやろうね。いや、普通やったらよ。いや、逆に言うたら腹立つ相手ではあれほど青木にごっつおさんって言うけどね、俺やったら。喧嘩するつもりやったらよ。結局、あれだけ上品に答えて、あれ、田舎の人から見たら、なんか斉藤さん頑張ってはるになるんでしょ。それ言うた情報を並びて正規化してきたら、8月も9月もまだ、あと7月も残すところ10日もないですけども、決まってません言うてんねんで。それ会社やったら殴られてんちゃう。俺の解説聞いてもっぺん聞き直したら、いかに産経新聞の質問で、えぐい答えがすでに返ってるかわかるでしょ。これ勘違いなんですよ。で、この人がアホやから間違えてるとかってことじゃないですよ。もうしゃあないです。昨日はもうそれぐらい鈴木さんの質問がすごかったから。もう鈴木さんなんかもう、最後なんかもう思い残すことなく、移動しようとしてるね、あれね。なんかもう、
思いの丈を全部ぶつけていくみたいな。卒業式前の告白みたいになってる。制服の胸のボタンを下級生たちにねだられ。関西テレビです。の鈴木です。よろしくお願いします。